さんこんにちは、立花さゆりです。今日はですね、人に褒められたらどうしたらいいかっていうことについてお話ししていきます。しばらくですね、この褒めシリーズが続いております。まだ見てない方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ見てみてください。このチャンネルでは人間関係や悩んだ時のヒントをお話ししております。役に立ちそうだなと思った方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではしばらくとにかく人を褒めなさいとうるさく言ってきました。では今日は褒められた時、逆の立場の時はどうしたらいいのかっていうことについてお話ししていきます。では結論からいきます。絶対に否定するなです。日本はもうとにかく謙虚にしなさいっていう文化です。そして褒められた時は否定しないといけないっていうふうに教わった人が大半です。それは謙虚さが美徳っていう概念がそこにあります。それはそれでとても素敵です。では人に褒められてそれを否定してしまうと何が起こるかっていうことについてお話しします。2つの別の項目に分けてみました。はい、まず1つ目です。相手を傷つけてしまいます。これはどういうことかって言いますと、相手があなたのことを褒めてくれてるのに、そうではない、そんなことがないですって言ったら、相手を真っ向的に否定することになります。相手が言ったことを、それは嘘、あなたは嘘を言ってると否定することによって相手を傷つけてしまいます。褒められた時に限らず、相手を否定することによって場の雰囲気ってどうしても悪くなりますよね。そして相手があなたのいいところを見つけてくれて、そしてもっと輝いてほしくて、そしてもっと仲良くしたくて褒めてくれてるのに、相手を否定することは良くないことです。はい、2つ目です。相手を否定することによって自分の中の潜在意識に悪い、良くないメッセージを送ってしまうからです。以前に潜在意識と顕在意識の話をしております。まだ見てない方は概要欄にリンクを貼っておきますので見てみてください。潜在意識っていうのはスピリチュアルな話ではないと思ってます。潜在意識っていうのは神様はいるかいないかっていうスピリチュアルな話ではなくて、現にあなたの中に存在する意識のことです。なので宗教だとか詐欺だっていうふうに騒がないでくださいはい、ほんで潜在意識っていうのは私たちが放った言葉を全部聞いてます。全部拾ってます。例えばあなたが会社でプレゼンをし終わったとします。そして誰かがあなたに対して、あなたのプレゼンすごい良かったですねと褒めてくれました。そして変に謙虚なあなたは、いや全然ですよとか、うまくできなかったですよ、全然ですよと言うとします。そうするとあなたの潜在意識は、あんなに頑張ったのに私はまだまだなダメな人間なんだっていうふうに悪いイメージ、悪いメッセージがインプットされ刷り込まれてしまいます。はい、こういったように褒められて否定することで、相手のみならず自分まで、大事な自分まで否定することになってしまうんです。はい、では褒められたらどうすればいいのということについてお話ししていきます。はい、ではまずどの場面でも使えるワードです。さっきのプレゼンの時も使えます。はい、これです。ありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいです。そして外見、お洋服を褒められた時、みんな言いますよね。そのお洋服素敵ですねって言ったら、いや安物ですって、そんなん言ったらそのお洋服かわいそうなので、その代わりにありがとうございます、気に入ってるので嬉しいですっ
言ってください。そして努力を褒めてくれた時、本当によく頑張りましたねって言ってくれたら、ありがとうございます、そう言っていただけると励みになりますとか、そう言っていただけると報われますとか言ってください。はい、要するに褒められたらこの3つです。まず感謝、そして受け取り、そして継続の意思を表してください。はい、ではこれからはみんなで相手のいいところを見つけて褒めてあげて、そして褒められたら感謝して受け取るようにしましょう。はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか。いいねボタンと、そしてチャンネル登録、そしてコメントもぜひお待ちしてます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。